個性的でユニークないろんな考えを持つことはチームや IKEA にどんな影響があると思いますか？絶対誰しもがその自分らしさっていうのを持っていて、一人一人必ず個性っていうのがあるので、それにその性別だったりとかその年齢だったりとかっていうのはやっぱり関係ないよねっていうところが大前提としてその IKEA の中ではすごく根付いてるっていうのがあるので、入社した時にあなたの成長が IKEA の成長ですよって言われて、その意味がちょっとあんまり最初しっくりこなくて、自分が少し違っていて貢献できることがないんだろうっていうところをいつも考えるようになったので、いろんな違う人が意見を出し合っていろんなものを作っていくっていうところがいいところかなって。いろんなタイプの人がチームの中にいて、それがこう混ざり合ってうまくいくのがなんかすごくチームとしてすごくワークしてるところで多様性を感じるなっていう場面がよくあります。私の場合だとすごくやっぱ自分の一人一人の意見っていうのをすごく大事にしたいと思っているので、もしすごくそれで全然違う意見の人と出会ったとしても、そういう考え方もあるんだって、じゃあそっちでやってみてもいいかもしれないねっていう風に切り替えて働くようにしているので、なんかそれでなんかぶつかったりとかっていう風には基本的にはなってないと思ってます。そうね、前提にあるのはやっぱ間違ってもいいんだよっていうのが私たちあるので、もう最初この会社に来た時びっくりしたよね。いろんな意見があるからいろんなアイデアが出るんですよ。ディスカッションするときに間違いって一つもないんだよっていうなんかその気持ちをみんな持ってる前提でディスカッションが始まるから、本当いろんな意見が出て、でそこから本当に新しいアイデアが生まれたりとかして、全然違う解決策とかそういうものが生まれていく、インスピレーションが生まれていくっていうのはすごい楽しいプロセスだなと思います。Yes, diversity is something that is very precious to us and that we have to continue to protect, I think. IKEA はジェンダーバランスがすごく取れてて、IKEA のリーダーのジェンダーバランスは男子も女子も 50-50 の現状がある中で、実際に普段仕事をしていた時にジェンダーを気にする場面に遭うことありますか？自分は気にしたこととかなくて、それはきっとみんなも同じように気にしてないから、そういう雰囲気というか感じさせない雰囲気になってるのかなっていうのは一つありますね。みんなが多分そこの目線を持ってないっていうか、男性だろうが女性だろうがっていうそこの意識が全くないから、みんなが多分気にせず働けているところかなと思います。ジェンダーとかでいくと、男だからこうするべき、女だからこうするべきって一切言われたことがなくて、やっぱりこう個人としての在り方みたいなところをすごく大事にするから、あんまり枠にはめてIKEA で働いてる皆さんを見たことがあんまりないし、多分見られてないっていうところもあるのかなと思います。それこそもう別に年齢でも見てないし、それこそ男性でも女性でも見てないし、例えばマネージャーだからとかっていうのは全く感じず、意見をちゃんと言えてる。私はチームリーダーなのでチームを持ってるんですけれども、例えば私に対してコアカが何か意見を持ってる時とか、もちろん他のリーダーたちに対してもどんどんいろんな意見をぶつけてくれて、本当に切磋琢磨してるっていうのがすごく生で日々感じられるところがあるので、コアカとマネージャーっていうところのいい意味で壁がないっていうところではすごく平等性とか多様性っていうのを感じます。Yeah, it's not expected that because she is a woman, she needs to do this. Because I'm a man, I need to do this. Ultimately, the company was very supportive of it, and I was able to spend a full year off together with my daughter when she was born, for example. And as a man, to be able to do that and to be able to go against that sort of stereotype of how a man is supposed to be when it comes to child rearing. 私も産休と育休を取らせていただいて2回経験して戻ってきてるっていうのがあるんですけど、そこに対してのすごく会社全体で理解がものすごく大きいと思っているので、なので産休育休を取ってもまた戻ってこれるっていう気持ちを持って送り出してくれるし、 IKEA のビジョンとしてお客様に対してより快適な毎日を提供するっていうことはもちろんなんですけど、自分も2人子供がいて、その時に1ヶ月間育児休暇っていうのを取らせていただいて、本当にいってらっしゃいっていう感じですごく前向きに送り出してくれたんですね。そういう会社ってなかなかないと思うので、 IKEA ではあなたはこれになりなさい、あれになりなさいっていうキャリアパスっていうのは IKEA では決められない。
でみんなが自分らしいキャリアを築いていくんだけど、みんなはどんな自分らしいキャリアを築いていますか？私はもう普通にパートタイマー、今はないけどパートタイマーと雇用形態で入って、この先あと15年20年働くときに今のままでいくのか、それともちょっとここでチャレンジした方がいいのかなと思って、チャレンジをしたんです。すごい学ぶ機会が多いんですね。でもその分失敗もするんだけど、でもその失敗を絶対学びに変えさせてくれる会社で、だから私は今普通のコワーカーさんからチームリーダーになってるんだけど、それは自分の中のすごい成長もさせてもらってるっていうところがあって、ありがたいなと思います。でもすごい同じ感じになってるんですけど、私もすごく似たような考え方というか持っていたその失敗を失敗と思わないようにしたいなって思うところはすごく IKEA に入ってから思えるようになったことだったので、そのキャリアプランっていうのが一概に一本の筋じゃないんだよっていうのはすごく私自身がすごく経験してるなっていうところがまずあるので、行ったり来たりというかこっちも行ったりとかするし、こっちの道もあるよっていうのが常にあるけれども、それを選ぶのは自分だから、すごく自分の成長に責任を持つっていうことはIKEA がすごく教えてくれたなっていうふうに実感としてはすごく感じます。失敗を許してもらえるというか、失敗をさっきと学びに変えられる。大体失敗したら他の会社ってバーンって怒られてシュンってなって終わっちゃうんだけど、でもこの会社ってもう事実として失敗しちゃったことはしょうがないんだけど、でもじゃあなんで起こったのかとか、じゃあ次はこうしようかとか、そういう考える機会を与えてもらってる。私はそこの失敗を学びに変えさせてくれる機会を与えてもらってるところなのかな、ありがたいと思ってます。IKEA のキャリアパスって横に行ってもいいし、上を目指してもいいし、下にちょっと降りてもいいし、横で休んでもいいみたいな感じで、ジャングルジムみたいな感じで例えられることがすごい多いと思うんですけど、私の場合は2人目を出産した後にマネージャーで戻る自信がちょっとなくって、一旦コア会に戻らせてもらって時短を取らせてもらって、少し自分でも2人育てながら仕事できるなってちょっと自信がついた時に、またマネージャー職にチャレンジして戻ることができたっていうようなキャリアパスがあって、自分の大切なことライフステージに合わせて一旦休んでもいいんだよって言ってくれる会社であったり人がいるってすごいありがたいなって。私たちはバリューに基づいて働いていますけど、バリューに基づいて働くっていうことはどういうことだと思いますか？そうですね、IKEAバリューは例えば何か迷った時とかに最終的に戻ってこれる場所みたいな風に私は思っているので、どこの国だろうとどこの部署にいようと最終的にはみんなここに戻ってくるっていうイメージが私の中にあります。本当にバリューってみんなそれぞれ自分の生きるための価値観とかってベースにあると思うんですけど、考え方とかアイデアとかは人それぞれ違っても、その根幹にあるものが一緒だと目指している方向が同じだったりとか、あとゴールとかが同じなので、みやびちゃんも言った通り、最終的に同じ場所に道筋は違うけど同じ場所に戻ってくるみたいな風な考え方ができると思うので、すごい働きやすい。僕も本当、15年ぐらい IKEA にずっといて、まさか今 PR やってると全然思ってなかったんですけど、僕の場合は自分の興味があることとか好奇心みたいなものを、常に失わないようにしとこうかなっていうのはずっと思っていて、そういうことがあると周りからこういうのに興味がないっていうふうに声をかけてもらえることも多いし、でPR に来れたというか来た理由も最終的に僕渋谷でテレビに結構出てたんですけどそうやって PR と一緒に仕事をする機会をもらえたこともあって、そこから PR に興味を持つようになって、興味があることとか好奇心とかっていうのはすごく大事なことかなっていうふうに思ってます。やっぱりビジネスなので、もちろん売り上げを上げなきゃいけないとか、いろんなビジネスとしてやるべきことはあるんですけど、やっぱり個人の成長が IKEA の成長につながるっていうところの根幹があるので、人のことをすごく大事にしてくれるし、やっぱり長く働く上ではすごく大事なことだと思うので、人をすごく大事にしてくれて、それをサポートしてくれる人がいてくれてありがとうっていうふうに言いたいです。お母さん楽しそうだよねってすごい言われる。そうだから子供たちも応援してくれてる。
そうですね。でも3歳の息子はまあ徐々に話せるようになってきて、この間何になりたいのって将来どんな職業に就きたいかっていうのをちょっと軽く聞いてみたらレストランで働きたいって言ってたんで、まさに自分の今の仕事が子供がなりたい仕事っていうふうにこう言ってくれたのがなんかすごく誇らしくて、それはやっぱりこう IKEA で自分らしくこう働いてることが子供にこう伝わってすごくなんかいい、はい、すごく良かったですね。嬉しく思いましたその時。よく新しいルームセット作ったら一緒に見に行ったりしてるんですけど、なんかこういうお部屋に住んでみたいとか一緒に行ってそうですね、子どもたちもお母さん楽しそうだねって言います。赤ちゃんが生まれてもお母さんは働いてるもんだっていうふうにずっと思ってる、普通に思ってるのかなと思います。なんかすごい私も大きくなったらここで働きたいって言ってました。ママと同じところで働きたいっていうのは言われてました。本当に大事な人を大事にして働けるこの会社、私も大好きなんで、それがないとこんなに長くは続いていないかなっていうのは思います。I think the fact that we can be ourselves and that we are allowed to be ourselves as we are, and I think that part of not having to pretend that you are someone that you're not. 私はね、IKEA がね素晴らしいのはね、ウェルカムされるのよ。でリスペクトされて、それでアクセプトされるの。だからみんなが Be yourself で入れる。